心が元気になる美容健康雑学。更年期の体臭、ニンニクだけじゃない。実は匂いに関わる意外な食べ物。お風呂にちゃんと入っているのに、なんとなく自分の匂いが気になる。制汗剤も使っているのに、汗をかくとどこかツンとした匂いがする。枕や服の匂いが以前と違う気がする。そんな方、少なくないんです。今回は、そんな更年期の体臭を食べ物から見直す食べ物編をお伝えしますね。体臭対策と聞くと、ニンニクやお酒を思い浮かべる方が多いと思います。ところが実は、健康のために食べているあの野菜も匂いに関わっていることがあるんです。今日は更年期の匂いが変わる本当の原因と、今日からできる食べ方の見直しポイントをお伝えしていきます。最後まで見ていただければ、何を意識すればいいのかがわかります。なぜ更年期になると食べ物の匂いへの影響が出やすいのか、まず知っておきましょう。更年期になると、女性ホルモンの変化によって、ホットフラッシュや寝汗など、急に汗をかくことが増えることがあります。実は、汗そのものにはほとんど匂いがありません。皮膚の細菌と混ざることで、気になる匂いが生まれます。若い頃と同じケアをしていても気になりやすくなるのは、この汗の変化が理由の一つと考えられます。更年期はホットフラッシュや寝汗など発汗の変化が起こりやすく、それが体臭の変化につながることもあるんです。ここに食事の内容が重なると、匂いをより感じやすくなることがあると言われています。一生懸命ケアしているのに気になるというのはあなたのせいではありません。体の変化にケアの方法が追いついていないだけなんです。意外な事実、匂いの原因。実は野菜にも、ここで一つ、意外な食べ物があります。それが、ブロッコリーやキャベツなんです。どちらも健康のために積極的に食べている方、多いですよね。実はこれらは油中の野菜で、硫黄を含む成分を多く含んでいます。こうした成分は腸内で分解される過程で、硫黄系の匂いを持つガスに関係することがあります。じゃあ、ブロッコリーは食べない方がいいのと思ってしまいますが、それは違います。ブロッコリーやキャベツは、食物繊維やビタミンなども摂れる野菜です。匂いが気になるからといって避ける必要はありません。むしろ、たくさん食べた日に、今日はお腹のガスの匂いがいつもと違うかなと、自分の体の反応を観察してみるくらいで十分です。そして、ニンニクを食べるときに覚えておきたい、ちょっと面白い食べ物があります。それが、パセリです。ニンニクを食べた後にパセリを食べることで、呼気に含まれるニンニク由来の匂い成分の一部が減ったとする研究があります。ただし、ここは間違えないでくださいね。パセリを食べれば体臭が消えるという研究ではありません。あくまでも、ニンニクを食べた後の吐く息に含まれる匂い成分について調べたものです。それでも、ニンニク料理を食べるときなら、パセリを一緒に食べてみる。これなら今日から簡単に試せますよね。ではここから、他にも匂いとの関係が気になる食事を見ていきましょう。その1、肉類や脂質の多い食事。肉類や脂質の多い食事が続いている方は、まず食事全体のバランスを見直してみましょう。お肉を食べると必ず体臭が強くなるというわけではありませんし、体に必要なタンパク質まで減らす必要はありません。気になる方は、お肉が続いた日は、次の食事を魚や大豆製品などに置き換えてみる。それくらいから始めてみてください。その2、ニンニクや玉ねぎ。辛い料理。ニンニクや玉ねぎには硫黄を含む成分があり、体内で分解されると、匂いに関わる成分が吐く息などから出てくることがあります。また、辛い料理を食べると、汗が出やすくなります。汗そのものはほとんど無臭ですが、時間が経って皮膚の細菌と混ざることで、匂いにつながることがあります。その3、お酒。お酒は分解される過程でできる物質が独特の匂いの元になると言われています。翌日の匂いが気になる方は、まず飲む量を少し控えて変化を見てみてください。今日から意識してみてほしい見直しポイントを2つお伝えします。見直しポイントその1、匂いが気になった前日の食事をチェックする。肉、ニンニク、玉ねぎ、お酒、辛い料理。これらが重なっていなかったかを振り返ってみてください。全部を一度に見直す必要はありません。まず一つだけ、量を減らしてみることから始めてみましょう。見直しポイントその2、肉料理が続いたら、次の食事のタンパク源を置き換える。
赤身肉が続いたなと感じたら、次の食事は魚や豆腐、納豆、卵といったスーパーですぐ買えるものに変えてみてください。特別な料理を作る必要はありません。次に買うものを少し変えてみるだけで十分です。食事を変えて何日で体臭が変わるか、医学的に決まった日数はありません。体臭は汗や皮脂、皮膚の細菌、食事などいろいろな要因が関わっているからです。ただ、まず 1、2週間、自分の匂いや体調がどう変わるか観察してみるという気持ちで試してみるのがおすすめです。効果が出る日数ではなく、自分に合うかを見る期間だと思ってくださいね。今日お伝えしたことを全部一度にやる必要はありません。食べ物を全部我慢するのではなく、まず一つできそうなことから今日始めてみてください。更年期の体の変化は正しく知ってケアしていくことで少しずつ変化を感じやすくなります。焦らず、今日紹介した中から気になったものだけ少しずつ試してみてくださいね。今後も更年期女性の悩みを和らげる動画を配信していくので、ぜひ登録していただけたら嬉しいです。チャンネル登録がまだの方はこの機会にぜひお願いします。今日お伝えした内容はあくまでも一般的な健康情報としての参考です。また次の動画でお会いしましょう。